こんにちは、コスプレイヤーの逆評価だよ。今回は大の大冒険に登場するビーストくんの衣装を作ってみました。このように上からずっぽりと着たような服と言えるのかなになってます。それではみんなで作りましょう。まずは型紙を作ります。型紙作り用の紙を手芸店で買ってきて、それを使って作ってますが、新聞紙とかでもいいです。切り開いたら完成です。布の上に型紙を置いて待ち針を打って固定していきます。待ち針はたくさん使うので数を揃えておいた方が無難です。縫い代を残しながら立ちばさみで切っていきます。布を切る場合はきちんとした立ちばさみを1本用意しておくことをお勧めします。普段別のことに使っているようなハサミだと全然切れないと思います。というわけで一通り切り抜き終わりました。両面チャコペーパーとヘラを使って縫い目をマーキングしていきます。チャコペーパーを挟んで型紙の端をヘラで押し付けていくと跡がついていきます。なお、使っている道具などはすべて手芸店で売っているものばかりです。というわけでマーキングが終わりました。動画だと分かりづらいかもしれませんが、青い印がついてます。逆用がパプニカのナイフの動画や他のドラクエの動画もありますので、よければ色々と見ていってくださいね。印をもとに正面と背面の布を待ち針で合わせていきます。まずは肩のあたりまで縫っていくので、そこまでの順次待ち針で打っていきます。待ち針を打ったらミシンで縫っていきます。動画には映ってませんが、ペダルがつながっていて、ペダルを踏んで進めていってます。次に袖を縫います。同じように待ち針を打って固定します。そして縫っていきます。ちなみにミシンは基本的には直線縫いと端処理にジグザグ縫いぐらいしか使わないです。袖がついてちょっとそれらしくなってきましたね。袖の先端から足元まで縫っていきます。ミシンですが、前にリンクの衣装の動画で壊れて3万円修理にかかったと言いましたが、治って無事に帰ってきました。死んだ仲間を教会で生き返らせてもらったようなものです。トゥ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 。裾にアイロンで折り目をつけていきます。2つ折りにしましたが、めんどくさいという人は別に1回だけ折るだけでも構わないんじゃないかなと思います。というわけで縫います。これで縫う作業は一通り終了となります。現状こんな感じです。ここからは細かいところを作り込んでいきます。逆用が Twitter やサブチャンネルも見てね。まずは口を作ります。裏返ってるのでちょっと分かりづらいですが、赤い合皮を型紙を使って切り出していきます。なお、こういった生地は手芸店に売ってるんですが、僕のような超ど田舎に住んでいる人間にとってはそのような店がなかったりするので、そういう場合はネットの手芸店を使うといいと思います。生地のサンプル帳とかある店もあるので、ネット通販でも割といけます。今回使った生地はキャラ布というお店のを使ってます。合皮をボンド G17 で接着します。ボンド G17 はホームセンターや100均で売ってます。縫ってもいいんですが、縫うよりも接着した方が絶対楽だろうと思ったので接着してます。あくまでコスプレ衣装であり、普段着るわけではないので、自分がやりたいようにやればいいかなと思います。目の部分をくり抜きます。ちなみにこのビーストくんの配色ですが、家にある漫画ではカラーの資料がなかったので、星のドラゴンクエストというゲームにコラボで出てたみたいなので、その色を参考にしてます。黒い合皮から目のパーツを切り抜いていきます。目も最初は赤くしようと思ったんですけど、星のドラゴンクエストの画像を見る限り黒だったので黒にしました。網戸の網を円形に切り出します。網戸の網はホームセンターで買ってきました。ボンド G17 で合皮に網を接着します。
そして本体へと接着します。言うまでもないですが、網戸の網になってますので、この衣装を着た後も網を通して外を見ることができます。眉毛を描きます。これは至って普通のマジックで描いていきます。合皮で再現しようと思ったんですけど、漫画を見てる限り何かで塗ったような跡が眉毛にあるので、それを忠実に再現しようと思ってマジックで塗ってます。続けてヒゲや胸元の模様をマジックで描いていきます。髪の毛を再現するためにフェイクファーを切ります。フェイクファーの切り方ですが、少し宙に浮かした状態で裏面をうっすらとカッターナイフなどで切ると余計な毛を切らずに済むので、毛が飛び散らずに綺麗に切ることができます。そしてボンド G17 を使って本体へと接着します。これも縫い付けることも可能なんですけど、もうめんどくさいので接着剤で接着しちゃえばいいやと思ってこうしました。このあたりはお好みでやってもらえればと思います。というわけで、これにて一通りの完成です。トゥルルードゥッドゥッドゥー。制作時間は4時間。材料費は2000円となっております。動画の内容に関して質問などあれば気軽にコメントでお願いいたします。ちなみに今カメラを回してるのは僕です。じゃあ誰が中に入ってるんだと思うでしょうが、さて皆さん考えてみてください。誰が入っているでしょうか？そう、答えは僕のお母さんです。お母さん、いつもありがとう。余った時間で僕が使っているミシンの紹介をしたいと思います。ミシンって結構値段がバラバラですけど、僕のやつ結構いいやつなんですよね。6、7万ぐらいしたのかな。じゃあ高いのは一体何がいいんだっていうのをお教えしたいと思います。で、まずですね、ここ見たらわかる通り、いろんな縫い方ができます。といっても、直線とジグザグしか使わないんで、これに関しては別にどうでもいいんですけどね。で、それ以外に何がすごいかっていうと、まず最初に糸を針に通すと思うんですけど、糸をこう持ってきて、ここで切るんですよね。で、このレバーをシャシャコンってやると、これだけで針が通ってます。で、こんな感じに糸通しが楽に一発でバチンとできるっていうのが非常に楽です。そして針を布に落とすと思うんですけど、それもこうワンボタンでできます。こんな感じで、ここの右側にありますけど、あれ回さなくてもこうやってワンボタンでできる。これは非常に楽ですね。で、ここからは実際に縫う作業です。で、押さえを落として手元のスタートをします。普段はフットペダル使ってます。今はちょっと撮影用なんでこのボタンでやってるだけですけど。で、こんな感じで縫うじゃないですか。で、ここまで来たところで、じゃあもういいや、返し縫いしようと思ったら、このボタンを押すだけで返し縫いになります。非常に楽ですね。そして返し縫いもしたし、糸を切ろうってなったらこのボタンを押します。そうすると糸を切って針が上がるところまで勝手にやってくれます。なので押さえ上げてこうやって外すだけでいいってな感じで、いろんなことが非常に楽にできます。安いやつだとこの紹介したような機能が全部手動になってるんで時間かかりますね。そうそう。あと一つ非常に重要な機能がありまして、糸の調子を合わせると思うんですけど、それが自動でやってくれます。これがすごくよくできてて、基本的に自分で調整することはないですね。こうつまみがついてるんで弱く強くとかできるんですけど、こんなのいじったことないです。もうずっと自動でやってます。これがすごい便利です。そんな感じでとにもかくにもいろんなことが自動でできるっていうのが強みですね。
あとはこの布を送る力も単純に強いかなと思います。昔は安いやつ使ってたんですけど、それとは全然違いますね。布の送り強さが全然違いますね。という感じですので、高いミシン買えばやっぱり作業はすごくはかどりますので、ガンガン作るぞっていう方はこういう高いミシンを買っても良いんじゃないかなと思います。ちなみにこれはブラザーのミシンですね。はい。というわけで、僕のミシンの紹介でした。よければチャンネル登録お願いします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またねー。